京都で本当に美味しいおすすめグルメをご紹介します。1軒目は河原町にある昭和7年創業の知る人ぞ知る老舗、汁香さん。歴史ある京都の路地裏に佇む風情漂う人気店。お店に入ると奥のお部屋にご案内いただき、店内にある待合室にてお席が空くのを待ちます。お席は落語の寄席を思わせるような舞台を囲って食べる斬新なカウンター席で、海外の人が喜びそうな他にない和風なスタイル。おすすめは定番メニューの利休弁当。名物白味噌のお味噌汁の具材が選べるのですが、おすすめは落とし芋。具材によってお値段が変わり、落とし芋はプラス600円。利休弁当の内容は、名物の汁物をはじめ、一品一品丁寧に作られたおかずと美味しいご飯になります。こちらが落とし芋の入った白味噌のお味噌汁。甘くて出汁が効いててとっても美味しい。絶品です。さすが京都の汁物の専門店だけあって、口どけ優しい白味噌香るこの一杯は他にない唯一無二の味です。ご飯やおかずも一品一品が一品で本当に美味しい。京都らしい自信を持っておすすめできるお店です。2軒目は祇園にあるリストランテ TVB。祇園らしい古風な和テイストの外観を抜けるとスタイリッシュなリストランテに。こちらは赤と白のノンアルコールワイン。私が今まで飲んだノンアルコールワインはブドウジュースのような味がするものが多かったのですが、こちらはワインと同じ過程で作られているようで、風味はまるでワインのようでした。お店のこだわりを感じます。お酒が好きな方だったら、お料理に合わせてワインが楽しめるペアリングを注文してもお食事が楽しめそう。いただいたのはお昼のコース料理で、こちらは白菜とクモコと羊肉のアミューズ。濃厚なソースと柔らかいホゲットが絶品。続いてこちらはズワイガニとひよこ豆、シャーベット状のキクナが乗ったトルティーヤ。地元で採れたキクナがアクセントになっていてとっても美味しい。前菜の次は揚げたタラに自家製のレモンソースとブロッコリーソースを絡めて食べる絶品の温菜。とても美味しかったです。続いて葉野菜の冷製パスタ。バーニャフレットとカラスミで味付けしていて、シンプルな京野菜と相性抜群。続いてトラフグとカブの温製パスタ。こちら京都名物白味噌が使用されていて、甘くて本当に美味しかったです。続いてメインは和牛すね肉と京野菜淀大根の洋風おでん。出汁が染みててとっても美味しい。最後は洋梨とホワイトチョコで作ったデザート。味はもちろん、雪だるまがスノーボードで山から降りてくる演出が素敵。食文化レベルが高いおすすめレストランです。3軒目は八坂神社すぐの祇園市場の路地裏にある隠れ家的人気店、祇園ダックヌードル。ここでは国産鴨を使った絶品ラーメンが食べられます。元フレンチシェフが営むお店だけあって、お店の雰囲気は小さいながらにオンリーワンのフレンチスタイル。こちらが鴨ラーメンに味玉をトッピングしたもの。見てください、この盛り付け。美しく本当にフォトジェニック。こちらは鴨ご飯。こちらのお店は食文化のレベルが高い京都でも一切を放っていて、お店の看板やメニューも暗号チックで、お水をいただけるコップやお箸の置き方、レンゲではなくスプーンでいただくスタイルはフレンチスタイルで、まさに新感覚京風ラーメンのお店。まずはスープから。薄味なのにコクがあり、優しく出汁が効いていて、これぞ京都で食べたいラーメンの汁の味で本当に美味しい。麺は細麺で品そばというかお蕎麦っぽさがあり、これまた斬新。周りの山椒に絡めて食べるとおつな味。そしてなんといっても鴨のチャーシューが本当に絶品。一口に京都ラーメンというくくりにはできない唯一無二の名店です。4軒目は五条駅すぐの蕎麦の名店、蕎麦の実吉村さん。私はこちらで2年連続年越し蕎麦をいただいています。蕎麦の実で発酵させたお漬物やカラッと揚がった天ぷらも美味しく、何よりお蕎麦が本当に美味しい。そしてこちらのお店蕎麦湯が本当に美味しい。まるで甘酒のようにトロットロなので、ぜひ一度ご賞味ください。5軒目は清水寺近くにある風情漂う老舗、奥丹清水店。こちら江戸時代から続く京都の湯豆腐の名店です。
いかにも京都らしい佇まいのお店で、古き良き建物は重要文化財に選ばれてもいいような昔ながらの和の建築。お席からは美しいお庭の景色も眺められ、春夏秋冬楽しめるかと思います。メニューはお豆腐コースが3種類とアラカルトも数品ありますが、お決まりコースと昔ながらのお豆腐コースを注文して食べ比べを楽しむのがおすすめ。こちらは絶品木の芽田楽。味噌がとっても美味しい。こちらはごま豆腐。こんなに美味しいごま豆腐は初めてです。濃厚できめ細かい食感がたまりません。そして湯豆腐。お決まりコースと昔ながらのお豆腐コースは基本的に全品一緒で、湯豆腐のお豆腐か絹か綿かが違う内容になっているので、ここで食べ比べです。九条ネギに絡めて食べる湯豆腐は絶品。古い建物なので冬は隙間風が入り、慣れない正座でお食事をいただいているので、この頃には足が痺れてきますが、それがまたなんだかおつな感じがしてとっても楽しめます。京都へ行く方にぜひおすすめしたい名店です。いかがだったでしょうか？お店の情報は概要欄にリンクを貼っておきますので、気になるお店があったらぜひ行ってみてください。ご視聴ありがとうございました。